今回は、ウッドランドシーニックス社製、丸太小屋の廃屋キットを作ります。開封して中身を確認していきます。金属のパーツ、緑のパウダー、スポンジシートが付属しています。まず、仮組みしていきます。そのままでは、パーツがはまりにくいので、ヤスリがけします。マスキングテープを貼りながら、組み立てます。問題がなければ、接着剤で本組みします。接着剤は、ウェーブの ×3G 高強度を使います。金属採滴って書いてあるので、しっかり固定できることを期待しています。隙間から接着剤を流し込んでいきます。ちょっと接着剤をつけすぎてしまった感じですけど、しっかり乾燥させます。ボタボタ垂れるほど接着剤をつけすぎてしまったので、丸1日乾燥させました。しっかり固まってます。台座と小物類は、後ほど接着しようと思います。塗装するときに塗料が乗りやすくなるよう、食器用の洗剤で表面の油分や手垢などを落としてます。パーツが排水口に流れないように要注意です。乾かします。いよいよ塗装していきます。塗料は水溶性アクリルカラーのファレホを使います。弾かれないように消毒用アルコールで薄めます。まず、小屋は全体に白を塗ります。内側も忘れず塗ります。小物も白く塗ります。木は暗めの茶色を選びました。地面も塗ります。それぞれ2度塗りくらいしました。この状態で一旦乾燥させます。乾いたら上から他の色を重ねていきます。屋根はべったり塗らずに先に塗った色を少し残しながら塗ります。壁はファレホピグメントのライトシエナを使用してみます。中身はパウダーになっています。これだけではくっつかないので、ピグメントバインダーを混ぜます。わざとパウダーの塊をつけたりしながら塗っていくと、廃れた感じが出ると思います。ピグメントバインダーを塗って、上から黒のファレホピグメントをブラシで乗せて接着します。余計な粉は乾いたブラシで払います。粉を吸い込むと良くないので、マスクして作業することをおすすめします。なるべく、へこんでいるところや隙間に、ピグメントを接着してます。暖炉のようなものも、忘れず塗ります。家の中の塗装ができたので、地面と接着します。木以外の小物も、接着します。しばらく乾燥させます。小物類を、塗装します。木の枝は、立体感を出すために、枝を動かすといいと思います。金属は柔らかいですが、折れないように注意しながらゆっくり動かします。緑のシートを伸ばします。適当な大きさにちぎります。木の枝に絡ませるようにしてつけます。なるべくふんわりさせます。形ができたらボンドで接着します。木を接着して地面を作っていきます。先ほど使ったピグメントバインダーを地面に塗ってますが、ボンドを水で薄めたものでもいいです。上からパウダーを巻きます。木に巻きつけた緑のシートも配置します。付属されているもので十分ですが、手持ちのパウダーなどを足してみてもいいと思います。こちらのアイテムを使って電飾します。興味のある方は、ショップサカツー .com で購入できます。概要欄にリンクを貼っておきます。赤色を合わせて接続します。ボタン電池を差し込みます。スイッチをオンにすると、光りました。今度は超小型コントローラーを基板と LED の間に接続して、電源を入れると、
点滅します。隙間から LED を家の中に入れます。